おはようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。質問&リクエストフォームから取り上げます。どれにしましょうか。簡単に答えられそうなもの。これいきましょう。いつも動画で勉強させていただいてます。何かの動画でツヤあり用の塗料とツヤ消し用の塗料とがあるというお話をされていたと思うのですが、ポリエステル塗装でグロスフィニッシュのネックを粗めのペーパーなどでサテンフィニッシュにするといったことは困難でしょうか。というのも、私が初めて手にしたギターがグロスフィニッシュのストラトだったのですが、2本目にサテンフィニッシュのギターを買ったところ、その弾きやすさに驚き、今までのギターが弾きづらく感じるようになってしまったのです。お答えいただけると幸いです。まずグロスフィニッシュというのは、ツヤあり塗装ですね。サテンフィニッシュっていうのはツヤ消し塗装ですね。ポリエステル塗装に限らず、ポリウレタンでもラッカー塗料でも、サンドペーパーでペーパー掛けをしていって、ツヤ消しっぽくするっていうことは可能です。ただし注意しなければいけないのは、塗装の構造っていうのはこうなってますから、あんまり粗めのペーパーで磨いてしまうと、下地層である、下地層の前に着色層ですね。例えばメープルネックだとしたら下地層があって、中間に色の層があります。アンバーとか黄色とかが塗られてます。で、トップコートがあるんですけれど、あんまりペーパー掛けをしてしまうと色の層が剥げてしまうんですよね。そこまで達してしまうことがあります。例えばメープルのネックであればアンバーっぽい色が剥げてしまってメープル本来の色が出てしまうので、そこだけ注意が必要ですね。で、使う番手はだいたい800番とか、例えばポリエステルであれば結構厚く塗られてることが多いので600番とかでもいいかもしれないです。スポンジのパッドとかもしくは手で、私の場合は600番のペーパーまでは空研ぎペーパーっていうんですか、800番以降は水研ぎ用のペーパーを使ってます。800番の方が塗装を剥いでしまう危険性は少ないですね。ポリウレタンの塗装でも非常に薄く塗装されているものとかもありますし、ラッカー塗料に関しては、ギブソンは結構厚めですけど、本当に物によってはすごく薄く仕上げてる場合があるんですよ。ですから気軽な気持ちで何にも考えずにペーパー掛けしてしまうと、本当に簡単に上地の層が剥げてしまうことがあるので、そこだけ注意が必要です。で、ツヤ消しの塗料というのは、ツヤありの塗料とは別にまたあるんですね。ツヤありの塗料というのは、吹いた後にこうテカッと光るんですけれど、ツヤ消しの塗料っていうのは、吹いた後に乾燥してくると表面がもうその時点でツヤ消し、サテンフィニッシュになるんですよ。ペーパー掛けをしてサテンフィニッシュのように見えることは見えるんですけれど、私なんかもうすぐ光に照らしてこうやって見れば、これは後からサンドペーパーで削ってツヤ消しのように見せてるんだなっていうのはすぐわかります。サテンフィニッシュっていう塗料は吹きっぱなしなんですよね。水研ぎをしてバフ掛けとかっていう作業をしないので、ペーパー掛けをしたその傷っていうのは必ず分かっちゃいます。コツとしては全体をツヤがなくなるまでこう削ったら一方方向にペーパーの傷をつけてあげると割と見た目が綺麗になります。あとそうですね、上塗りに対して抵抗がなければ、ツヤありのネックに対して、その上から2、3回ツヤ消しのトップコートを吹いてあげることによって、サテンフィニッシュにはできます。ただし、デメリットとしては、その分塗装が厚くなってしまうってことですね。で、その場合には、800番とかサンドペーパーで全体をこう、ツヤ消しにするんですよ。それは汚れ落としの意味合いもありますし、表面を整えるっていう意味合いもあります。で、その後にラッカーであればラッカー用のサテンフィニッシュ塗料を塗るんですね。で、そうすることによって、サテン仕上げにはできます。はい。では、もう一個。ストラトのボディ裏のスプリングアンカーというんでしょうか。ボディにネジ止めしたスプリングを引っ掛ける金属板に
原アースとしてハンダ付けすることが多いですが、このような大きな面にハンダ付けすると何か汚くなってしまいます。プロの方のように綺麗に仕上げたいのですが、何かちょっとしたコツがあったら教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。大抵はこの位置がスタンダードというかよく見かける位置ですよね。考え方によっては汚いっていうか、でもこれがもう当たり前の位置になっちゃってるので、別にいいとは思うんですけれど、割と高級なギターというかハイエンドのギターとかそういうブランドはですね、こういうような位置にハンダ付けをしたりとか工夫してるのが多いです。スプリングアンカーのその金属部っていうのは普通に配線でハンダ付けをしている熱量だとなかなかハンダが乗ってくれないんですね。で、あそこの部分にハンダ付けをする場合には、まず粗めのサンドペーパーで傷をつけてあげます。金属の表面に。その部分に十分に熱を加えてから、ハンダを乗っけてあげると、じゅわっと広がるんですよね。広がるというか、ハンダが乗るんですよね。基本的にどの位置でも構わないんですけれど、やっぱりスプリングと干渉しない部分にハンダ付けすることは大切です。はい、ということで今日は以上になります。一つお知らせといいますか、最近ですね、非常にありがたいことに YouTube と拝見しましたということで、ぜひ修理の依頼をお願いしますっていうコンタクトが多いんですね。前にもちょっとお話ししましたけれど、私は一人でやってるもんですから、もう何年も前から一人でできる限界がもうずっと続いてるんですよ。ここ数ヶ月、新たにお客様からのご依頼が増えてすごく嬉しいんですけれど、もう今、もう複数名予約順番待ちみたいな状態で、すぐには受けられない状態なんですね。お客様の順番が回ってきましたら、その段階でこちらからご連絡をしてアポイントを取っていただいてっていうような、そういう流れになってますので、2021年11月現在ですけれど、コンタクトいただいても1ヶ月とか1ヶ月半待ちとかっていう状況になってますので、大変ご迷惑をおかけしますが、何卒そのあたりご理解ください。申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。はい、いかがでしたでしょうか。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは。